皆さん、こんにちは。モアエデュケーションのマキです。今日はエプソムカレッジマレーシアから、リノさんをお招きして、エプソムとはどういう学校なのか、あとは、それが実際に短期で体験できるディスカバリーキャンプと、夏に開催されるブリティッシュサマースクールのご紹介をしていただきます。リノさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たちはエプソムカレッジ・イン・マレーシアといいまして、今年10周年の学校になるんですけれども、ちょっと改めてその学校の説明だったりとか、それに向かって、今おっしゃっていただいたように短期で、キャンプ、シーズナルのキャンプを行っておりますので、なぜそもそもマレーシアなのか、なぜエプソムのキャンプに参加することが有意義なのかっていうところも含めて、この動画でですね、皆様に知っていただけたら嬉しいと思っております。はい。まず、エプソムカレッジというのは世界に2つございまして、1つが本校であるエプソムカレッジ UK、イギリスにございます。で、1855年の創業になりますので、もうおよそ200年くらいの歴史がある独立校になるんですね。で、生徒はですね、約1200名の生徒がおりまして、もちろん英国式のカリキュラムでございます。で、本当に、もうハリー・ポッターみたいな世界でですね、それぞれボーディングという、寄宿寮がございまして、その中で、学業と、そして、日々の生活も共にしているような学校になっております。で、その学校というのがですね、ちょうど10年前に、イギリスからマレーシアに来ました。我々、エプソムカレッジ・イン・マレーシアは2014年の9月に創立されまして、24年で10周年になりますね。今10周年の学期になります。で、私たちの特徴といたしましては、学校として下は3歳から18歳までのお子様を受け入れる、一貫校になっております。で、もちろんカリキュラムというのは英国式のカリキュラムを用いておりますので、イヤー10、10年生になりますと IGCSE、そしてイヤー、12になりますと A レベルという、資格の取得に向けて大学進学に、向かっていくというようなカリキュラムになっております。で、こちら見ていただいているのがですね、私たちの敷地、学校の施設になっております。マレーシアに来たことある方であれば、一番真っ先に想像するのが、ツインタワー、ペトロナスツインタワーなのかなと思うんですけれども、あのツインタワーがあるのはシティの、市街地の方でございまして、私たちの学校がですね、位置するのは、クアラルンプール国際空港からおおよそ車で15分から20分くらいの場所に位置しております。見ていただくと分かる通り、本当に自然豊かな場所にございまして、東京ドームでいうとおよそ7個分くらいの敷地を、要しております。で、この敷地の中で、机に向かってアカデミックなそのクラスですね、教室がある棟と、その後ろにちょっと濃い青い部分があるんですが、こちらがいわゆる寄宿の寮ですね、ボーディングハウスになります。で、その他にも見ていただくと、スポーツ、ゴルフ場があったりだとか、テニス場があったりとか、ラグビーピッチ、ホッケーピッチ、そして人工芝の、フットボール、サッカーの、フィールドがあったりもします。はい。で、実際にキャンプに関しては、このエプソム生たちが使っているこの校舎で、2週間なり3週間のキャンプを体験することができるのも特徴の一つでございます。スポーツはですね、今3種類のアカデミーがございまして、一つがこちらのムラトグルテニスですね。ムラトグルテニスプログラムというのがパリのニースからやってきたんですが、皆様、セレナ・ウィリアムズさんとか、大坂なおみさん、最近頑張ってるんですが、もうあらゆる有名な、テニスプレーヤーたちを教えている、指導している伝説の指導者と呼ばれているパトリック・ムラトグルさんというのがいるんですけれども、彼がパリのニースに、テニス×学業という、目標両方とも両立させたいという、目的のもと生まれたのがこのムラトグルテニスなんですね。で、エプソムカレッジは、この、学業×テニスというところで、テニスを教えるための施設が提供できるというところと、学業はもちろんそのベクトルが合っているというものを踏まえて、2022年の9月に、パリからこのムラトグルテニスのアカデミーがエプソムカレッジの中にやってきました。で、コート全部で11面ございまして、外は7面、中は4面。で、4面の中の2面はですね、実はこの茶色の土のコート、クレーコートと呼ばれるんですけれども、これもパリから運んでいる土になって
っております。で、おそらく暗いことがあるのは東南アジア、もしかしたらアジアでもエプソムカレッジだけかもしれません。はい。そしてですね、スポーツの2つ目のアカデミーが、この ECM のゴルフアカデミーとなります。で、これはですね、スクールツアーをしてても、本当に保護者の方の方がテンションが上がるポイントでもあるんですけれども、250メートルの飛距離を保つ、この、打ちっぱなしの、場ですね。そして、後ろには角度の違う、すべて、前、後ろ、右、左、すべてこう自分の弱点を殺すことができるような練習ができるパター、そして実践には欠かせないバンカーなどもございます。そして最後ですね、去年の9月、2024年の9月に開校しました、このラリーガアカデミー、フットボールのアカデミーとなっております。これは、スペインのリーグでして、それこそセリア A とかと同じくらいの、ビッグアカデミーなんですけれども、実際に、ラリーガのアカデミーが、エプソムカレッジに来まして、スペインの先生が、生徒を教えております。ゴルフ場の隣が、これが人工芝の、エプソムの中にある、サッカー場になっております。これ、去年のブリティッシュサマースクール、夏のキャンプの、羽田空港の様子なんですけれども、一つがですね、ディスカバリー・イングリッシュスポーツキャンプと呼ばれる、いわゆる、スプリングキャンプですね。日本の春休みに適用した日程で行う英語のキャンプ。そして、毎年恒例のブリティッシュサマースクールというのが3週間のものと2週間のものというのがございます。で、あとは、英語のキャンプだけではなくって、実は長野の白馬でもですね、エプソムカレッジはキャンプを行います。で、これはちょっと今日時間の問題もございますので、一言ぐらいにさせてはいただくんですが、長野の白馬はですね、今見ていただいていると雪がすごく有名なところで、スキーだったりスノーボードですごく有名な場所なんですね。で、その時期に、エプソム生も参加したりするんですが、スノーのキャンプっていうのが、あとは3月にございますね。そしてスノーが溶けた後というのも、白馬はグリーンが綺麗というところで、夏にもですね、山登りとか川下りなどを企画した、白馬のキャンプというのもございます。で、本日この動画では、より深く英語のキャンプというところにフォーカスをさせていただくんですけれども、ブリティッシュサマースクールの、期間が春休みにあるのが、ディスカバリーキャンプというような立ち位置でもございますので、今日はメインに BSS、ブリティッシュサマースクールについてご紹介をさせていただきます。はい。で、毎年恒例のキャンプなんですけれども、今年はですね、下は9歳から上は17歳のお子様を受け入れることができるキャンプとなっております。で、選ばれる理由といたしましては、前半でご紹介させていただいた学校の施設だったりとか、アクティビティだったり、そういった、世界トップクラスの施設、そして教育っていうのを実際にキャンプでも学ぶことができるという点ですね。そして、このキャンプは、つい最近始まったキャンプではございません。2017年以来7回にわたって成功を収めております。もちろん途中ね、コロナの時期というのはなかった、開催ができなかったタイミングもあったんですが、2013年も14年も成功をしております。そして、アジア最大級のその全寮制の語学キャンプといたしまして、キャンプだけを提供するわけじゃないんですね。エプソム生と同じように24時間そこで共に成長をしていこうということでですね、実際にボーディングハウスの中に一緒に暮らしていくようなキャンプとなっております。で、キャンプの日程についてご紹介させてください。日本マーケットに合わせたキャンプの日程でご案内をさせていただいておりますが、今表記されている期間のキャンプというのが一番人気でシグネチャーキャンプとなります。期間といたしましては、7月の19日から8月の6日、約3週間の日程でございます。で、土曜日の朝なり夕方につきまして、最初はレジストレーションですね、登録日といたしまして、持ってきた荷物をほどいて、自分のベッドがどこでっていうような、日になります。準備期間ですね。で、早速翌日からクラスがございまして、平日の中の1日は遠足に出かけます。そして日曜日というのは休息日になりますので、リラックスした時間になります。そして、最終日には閉会式を行うようなスケジュールになっております。で、これが約3週間のキャンプで、この後にもですね、8月の7日から8月の19日までの約2週間のキャンプというのもございます。はい。で、こちらのキャンプなんですけれども、やはり英語の学習にフォーカスしたいっていう方もいらっしゃれば、もっともっとスポーツに集中したい。
ないしは両方ともやりたいっていうような様々な意見があるんですね。なので、日本マーケットにあったこの右の2つの日程に関してで言うと、いわゆる基本的なそのフォーカスのイングリッシュキャンプというものと、スポーツのキャンプはテニスとゴルフという選択。そしてハイブリッドであれば、例えば英語プラススポーツ。で、スポーツの中でもテニスとゴルフなのか、ないしはテニスと、それこそフットボールのラリーガの、キャンプなのかっていうようないろいろな選択がございます。で、これ詳細に関しては、ぜひまたご興味ございましたらご案内させていただきます。で、それぞれのですね、主な、典型的なスケジュールをご案内させていただきます。まず、フォーカスキャンプ、英語の集中キャンプなんですけれども、朝起床をいたしまして、午前はどちらかというと、机に向かってこう学んでいく、インプットをしていくような、クラスになっております。で、途中スナックなんかもあるんですけれども、昼食を食べた後に、これ探究の午後って書いてあるんですが、午前中にインプットしたものをアウトプットしていくような活動になっていきます。例えば、何かアクティビティを通して生きた英語を学んでいくような、イメージですね。ゲームを使うのか、スポーツなのか、それとも何かこう動画を使うのか、映画を見ながら、学んでいくのか、そういった形になってまいります。そして午後のスナックも含め、食べた後に、フォーカスキャンプでもですね、スポーツの選択をすることが可能になります。スポーツはテニス、ゴルフ、サッカー。ここから事前に一つ選んでいただいて、1時間、1日、このスポーツアカデミーを体験、経験することが可能になります。で、夕食を食べた後に、オーサムイブニングとあるんですけれども、これは CCA ですね、課外活動、コアカリキュラムがあるんですけれども、いろいろな、活動をボーディングハウスのみんなで分かれて行っていきます。例えばそれがミュージックなのか、ドラマなのか、スポーツなのか、日によって変わっていくような活動になりますね。で、それも夕方まで、夕方というかほぼ夜までありまして、リラックスをして、消灯というようなスケジュールです。本当に見ていただくと分かる通り、朝から夜まで大変で、結構詰め詰めなスケジュールになっております。そして、スポーツキャンプに関しては、実際に起きた後、朝食を食べた後に、実際に、朝から体を動かしていくというスケジュールになってまいります。けれども、マレーシアって本当に常夏の国でございますので、ずっと外に居続けるというのはなかなか難しいんですね。なので、クラスの中に入って、例えば栄養学を英語で学んだりだとか、メンタル面だったりとか、筋肉の使い方によってどうパフォーマンスが変わるかなんていうようなことも英語で学習を企画しております。で、昼食を食べた後に、そのインプットした知識をアウトプットして、実際に実践で、体を動かしていくっていうようなスケジュールですね。で、その後に、昼食、スナックを食べた後に、大きなジムもございますので、フィットネスをしたりして、夜に関してはフォーカスキャンプのみんなと合流して、ハウスに戻ってアクティビティをしていくっていうような活動になります。で、ハイブリッドに関しては、このフォーカスキャンプとスポーツキャンプ、ないしはスポーツっていうのを掛け合わせるような形になるので、午前は、英語の学習をして、午後はスポーツに向かっていく。そして、夜以降に関しては、ボーディングハウスに戻ってみんなと活動していくっていうようなスケジュールになります。はい。で、これが今申し上げたのが一般的な、典型的なスケジュールにはなるんですけれども、より何かをこう、プラスしたいというキャンパー、ご家族には今見ていただいているスライドをご紹介させていただきます。例えば、先ほど少し申し上げましたが、週に1回ですね、遠足があるんですね、平日。で、なんですけれども、週に1回じゃ足りないよという方がいらっしゃるのであれば、日曜日にですね、ゲンティンハイランドという、ちょっとぜひググっていただきたいんですが、マレーシアではですね、かなり大きな遊園地がございます。で、こちらにプラスの料金をお支払いいただければ、遠足に、日曜日に行くことができますよとか、あとは、もっともっとテニスやゴルフの、技術を高めたいという方がいれば、コーチのもとでレッスンをプラスで受けることができたりとか、あとは、英語の学習ですね。もっともっと英語の学習を強化したいという方がいれば、プラスのアドオンサービスでプラス10時間、最大10時間ですね、まで受けることができたりします。あとは、この後にもご紹介させていただくんですけれども、この今ご説明したキャンプとプラスして、シャペロンフライト、付き添いサービスの、フライトというのがございます。でこれは後ほどご紹介させていただきますね。
で、そして最後にですね、結構毎年恒例なんですが、保護者の方がお子様の閉会式に向けてマレーシアに来て実際にエプソムに来られるというパターンが多かったりするんですね。で、その際に当校は実はホテル業界とも提携がございますので、指定されたホテルというのをエプソム価格でご案内することが可能になってまいります。はい。で、先ほどの付き添いサービスのフライトの情報についてご紹介させてください。日本マーケットに合う、キャンプというのがこの3週間のキャンプと2週間のキャンプになるんですけれども、私たち、このスタッフ、キャンプスタッフというのが、日本でいうと羽田と関空に行きまして、お子様を迎えに参ります。で、保護者の方とは、空港でバイバイってして、そこからエプソムカレッジまで引率をするような形になるんですね。で、羽田に関しては3週間も2週間のキャンプも、このシャペロンフライトというのが、実施されます。そして関空に関しては3週間のキャンプのみとなっております。実際に昨年私は関空まで行ったんですけれども、みんな赤い T シャツを着てもらう、分かりやすいように赤い T シャツを着てもらうんですけれども、羽田はですね、去年は150人くらいでしたね。で、関空は30人、40人くらいのお子様が、一斉にみんな赤い T シャツを着て、アイプソムのキャンプ参加してくれる子だなっていうのが、レコがライズされるような形となっております。はい。で、費用についてはこちらをご紹介させてください。青いブルーの方が3週間のキャンプ、黄色の方が約2週間のキャンプとなっております。で、それぞれ申し上げた通り選択ができますので、選択に応じてこの金額が変わっていくような形となっております。で、ここにプラスされて、先ほど申し上げた、シャペロンフライト、ないしは、詳細に関しては、おいおいお伝えさせていただくんですが、ガーディアンの費用だったりとか、返金可能なデポジットが必要になったりしてまいります。はい。で、今まで申し上げたのが、ブリティッシュサマースクール、夏のキャンプになってまいります。で、これの、短い版、かつ春休みに行われるのがディスカバリーキャンプというものなんですね。で、実はディスカバリーキャンプは、ちょっとこの動画がいつアップされるかあれなんですけれども、2月の2日かから9日の1週間でもうすでに始まっております。で、日本の皆様はですね、いわゆる春休みにかなり適切な時期とさせていただいておりまして、3月の23日から4月の4日の約2週間のキャンプというのがございます。で、これも同じですね。一番最初の日は登録日でして、次の日から授業を行います。で、平日の1回は遠足があって、日曜日は休息日、そして最後の日には閉会式というのが企画されております。はい。で、春休みのキャンプに関してで言うと、ちょっとこちら見ていただくと分かる通り、3月から4月にかけてのキャンプに関しては、日本からのみシャペロンフライトが出るんですね。ということは、正直申し上げると、参加するキャンパーに関しても、日本人の生徒様が圧倒的に多くなっております。で、そこに関してちょっとネガティブに思われる方もいらっしゃるかと思うんですが、ここで朗報で、実はですね、ディスカバリーキャンプというのは、夏のキャンプと違って圧倒的に参加されるキャンパーの母数というのが少ないんですね。というのも、夏に関しては、多いもので450人という、すごく多い人数の方がそれぞれの国から来るんですけれども、春に関しては、もう大体30人から40人くらいの、少ない人数で実施されます。ということはというと、やはりクラスで教員と喋る回数だったりとか、ボーディングハウスでスタッフと会話をする、コミュニケーションできる、チャンスというのは多いので、夏に比べてよりアクティブに、会話ができるんじゃないかなというふうには思っております。けれども、夏と比べてやはり母数が少ないからこそ、クラス分けのそのクラス数というのは少なくなってくるので、ちょっと初心者の方だったり、まだまだ英語の発展途上の方っていう方が参加としては多いのかなという傾向がございます。で、春のキャンプに関してはこちらが金額となっておりまして、実は春はですね、スポーツキャンプにフットボールがあるんですね。これ夏はなかったりするので、そして価格も比べると結構お値打ちになっているので、こういったのも春のメリットとしてございます。はい、りのさん、ありがとうございました。ありがとうござ私います。から、はい、私から、いくつかご質問というか、聞きたいことがあって、付き添いのシャペロンフライトをもし使わない場合に、どのようなその送迎の、
対応があるのかっていうのを教えていただけますか？はい、ありがとうございます。そうですね。航空会社に応じては、年齢によって、そのアンアカンパニーサービスっていうような、一人では、お子様一人では、ご渡航できないので、その航空会社のスタッフが付き添いますっていうようなサービスがあったりするかと思うんですが、まず、詳しい年齢とかは各航空会社を見ていただいた上で、もちろん、他の航空会社を使ってご渡航いただくっていうことは全く問題ございませんので、例えばそれでお子様が単身で来られる場合は、事前にその航空会社の便だったりとか、どっちのターミナルかなどを教えていただきながら、空港まではお見送りサービスっていうのがあるんですね。で、これは片道200、リンギットのお支払いで、お子様をお迎えに上がることができて、学校まで、送迎がつきますので、そういったものも事前に、お手配することは可能になってまいります。はい、わかりました。あと、日本人が参加するとしたら、日本からの出発っていう形にはなると思うんですけど、たまにうちの、お問い合わせいただくお客様の中にも、今、国外に、在住していて、例えば、香港かうら、ん。日本人だけど香港から参加したいんですけどっていうような方が、いらっしゃるとき、そのお子様って、現地の学校通われてたりとかして、その、日程とかが、またちょっと若干日本の楽器じゃない学校だったりするときって、その BSS とかに関しては、キャンプ2以外のその日程、改めて、他に何があるかって見せていただけますか？ありがとうございます。そうですね。日本のマーケット以外にも、合うようなスケジュールというのはありまして、一つはもう6月から実は始まっているんですね。詳しく言うと、6月29日から7月の8日、約1週間半の、キャンプ。そしてもう一つは7月の9日から、7月の18日という、こちらも1週間ちょっとのキャンプ。で、この後に、あるのが、それこそ一番シグネチャーのキャンプである約3週間のキャンプ、そして2週間のキャンプ。いろいろな本当に実は6月くらいからありますっていうような感じですね。なるほど。で、そのシグネチャーっておっしゃったのが、一番やっぱり参加者数が多いっていう感じ。そうです。おっしゃる通りです。シグネチャーキャンプ、こちらの約3週間のものが450人。で、うん。こっちの、2週間の方は、おそらくだいたい200人くらい、150から200人くらい。うん。で、その前のキャンプで言うと、合わせてだいたい150人くらいになることを予想して、今、募集をかけておりますね。うん。なるほど。わかりました。ありがとうございます。と、あと、そうですね。そのディスカバリーキャンプは、BSS の、もっと短期間版っていうか、そのスモールスケールバージョンみたいな感じっていうお話で、その分、そのディスカバリーキャンプのその日本マーケットに合わせた日程って、やっぱり日本人が、メインになってしまって、なんか、ちょっとどうなのみたいな、うちのお客様とかからも聞かれるんですけど、やっぱりそれって、メリットもデメリットもあると思ってて、やっぱりもうすでにそのインターとか通われてて、ある程度英うん。語、常にその英語の環境でいる方にとってはもしかしたら物足りないかもしれないと思うんですけど、逆に言うと、結構初心者の子だったりとかには結構いいですよね。そうですね。今おっしゃっていただいたのは、本当によくある声でして、で、例えばインターとかに行かれていて、英語がすでにもう習得できているよっていうお子様だとしても、そのキャンプで何を目的としたいかっていうところで結構大きく変わっていて、例えば、去年もですね、一番上は15、6歳のお子様だったんですけれども、なかなか英語が喋るお兄ちゃんだったんですね。うん。で、去年は、10周年ということもあったので、下は7歳から持っていて、結構年齢の幅が大きかったこともあって、本当にみんなのお兄ちゃんみたいな存在になったんですね。なので、何かイベントごとだったりとか、アクティビティがあるときって、彼がすごい率先して
やってくれていたっていうのが背景にあって、でも私が彼と羽田で会った時って、すごくこうなんか引っ込み思案で、あんまり人と話さないような、すごくおとなしいこの印象だったんですけど、最後の閉会式にはすごいみんなをまとめてて、なんかこう人間としてすごい成長したなっていうところに、私はなんかすごく感動してしまって、うん。なので、こう、なんか、英語の学習だけで考えたら、確かに英語力って、そのディスカバリーの話で言うと、クラスの量も少ないので、こう、例えば多くても2クラス、3クラスとかになってしまうので、なかなかあれなんですけれども、やはり、まあ、普段、こう、なんていうんですかね、一緒にいない友達とか、あとは英語のキャンプだけではなくて、スポーツのキャンプもあったりするので、地元のマレーシア人の子とかもいますし、なんかそういったことかのコミュニケーションができたり、まあ、リーダーシップを持つことだったり、そういった積極性をこう芽生えるとか、そういったところに関してで言うと、すごく最適なんじゃないかなっていうふうには考えます。そうですね。あと、やっぱり私も実際に、昨年、エプソムに見学させていただいたんですけど、いや、本当にもうこのさっきの写真だけでは伝わらないようなもう魅力が詰まってて、もうまずやっぱり敷地がすっごい大きくて、もう設備がもう充実しすぎてて、っていうのがやっぱり短期で2、3週間で経験できるっていうのがやっぱり一番大きいんじゃないかなと思ってて、やっぱり日本国内でもサマースクールっていうのは各地で開催されてますけれども、この実際にその現地でこういうなんかアクティビティとかを体験できるっていうのがやっぱり魅力。初めてそういうキャンプに参加される方でも、もう毎年リピートされてる方でも、もう経験ぜひしてみてほしいなと本当に思うような。そうですね。結構リピーターさんも、おりまして、去年のつわものは、キャンプの3週間のと2週間の連続で、参加して、そのうん。まま入学したっていうようなおお子さんもいたお。りするので、うんうん。すごい、皆様、本当に、ね、もちろん、よし悪しですけれども、いろいろなフィードバックはございまして、で、やはうんり毎年、こう、レベルを上げるというか、常に同じものの提供にはならないような、うん。ことっていうのも意識しながら、はい、実施しております。そうですね。今回の入学の、まあ、テイスターとしてもすごく、いいとは思いますし、もう本当に全然その正規留学、まだ検討もしてなくても、やっぱり一うん。回行ってみると、その見える世界が違ってくると思うので、うん、ぜひ、はい。ちょっといろいろこれを機になんか知ってもらえたらいいなと思ってるんですけど、質問とかも、あれば、うちでもいろいろお答えできると思うので、ぜひ、皆さん、お気軽にお問い合わせください。お願いします。リノさん、ご説明ありがとうございました。ありがとうございました。